こんにちは。飛騨古川の八津山間に来ていました。飛騨古川は古い町並みの残る町です。飛騨高山から車でだいたい20分ぐらい。造り酒屋の土蔵の裏を流れる瀬戸川には鯉が泳ぎ、飛騨古川の印象的な景色となっています。同様に古い町並みのある飛騨高山は観光地としての顔をしていますが、こちらは生活の場としての空気も色濃く感じ取れる小さな町。気ぜわしくなく、町の人は親切、大好きな町です。ここには大きな寺が3つあって、町の人に大事にされています。八津山間の先代のご主人さんから聞いた話ですが、お寺を大事に思う気持ちから、お寺の屋根よりも高い建物を作らないという不問率があるそうです。お正月には親鸞上人を偲んで、この3つのお寺をお参りする習わしがあります。その昔、険しい野麦峠を徒歩で越えて、岡谷の製紙工場に出稼ぎに行っていた女工さんたちが正月に飛騨に里帰りしますと、この三寺参りは男女の出会いの場にもなっていたようです。右手に円光寺が見えてきました。三寺参りのお寺の一つです。この先にあるのは大イチョウでして、秋になると黄金のイチョウの絨毯がその下に敷き詰められます。こんな感じです。手作りで和ろうそくを作るお店がありました。今では大変珍しいことでしょう。先ほどの瀬戸川の表側になる造り酒屋、こちらは町に2つあるうちの造り酒屋の一つ、白米弓を作る蒲酒造、そしてこちらはもう一つの造り酒屋、蓬莱を作る渡辺酒造。ここで地酒を売っていて、確か試飲もできると思います。3つのお寺のうちの1つ、こちらが真宗寺です。お話ししてきたところ、だいたい足で回れるエリアです。飛び石を一つ二つ飛び越えていくその先には、何とも歴史を感じる玄関があり、木の扉にはまるガラスが訪問者とその背景の木々を一瞬映す。お宿の方に案内されていたので、あまりもたもたするわけにもいかなかったのですが、この一瞬一瞬を懸命に記憶に留めようとしていました。そうなんですね。チェックインはラウンジで抹茶をいただきながら、15時ぐらいになると早速 4,5 組ぐらいのお客さんが同時にチェックインしてきました。皆さん早くこの宿の雰囲気に包まれたいんでしょうね。桜の花びらの塩漬けの乗った羊羹は旅の疲れをねぎらい、緑色が美しく泡立った抹茶はこの宿での時間の始まりに一瞬居住まいを正したくなる需要を与える。創業しておよそ165年ぐらいだそうです。富山県の八尾という場所にいた三五郎さん
が移り住んで始めた宿だから八つ三館、家業としての宿屋が脈々と受け継がれています。宿にはスリッパはなく、素足で気持ちよく館内を歩くことができます。廊下を歩くと床がキュッキュッと鳴くのがいかにも木造らしくて風情があり、オツです。本日のお泊まりは登録有形文化財の正月楼。宮大工が100年以上前に建てたそうです。八つ三階には大きく3つのタイプのお部屋があり、1つがこの正月楼、もう1つはエレベーター付きでお風呂や食事処にも近く快適で便利なタイプ。3つ目は特別室でして、各部屋には半露天風呂が備わり、静けさもある贅沢なお部屋。建物も歴史のある雰囲気をとどめるやんごとなき方の奥座敷といえます。階段の段々のところは角が丸くなり、鈍い光を放っています。一体どれだけの人がここを上り下りしたのだろうか。窓の外には川が流れ、向こう岸にはお寺の宿が見えます。車の音も少し聞こえますね。これは釘隠しでしょうか。糸彫りのようです。お部屋のあちこちを見てるだけでも十分楽しいです。欄間はもしかしたら稲見のものでしょうかね。これを一枚の板から切り出すなんて、なんと途方もない作業なんでしょう。昔の建物っていうのはこういうところにたくさん手間をかけていたんでしょうね。タンスには浴衣、そして女性には浴衣のほかに館内着としてサムエも用意されています。はだけなくて具合がいいらしいです。古い建物でありながら、水回りにはしっかり手が入っているところは安心して泊まれるポイントです。洗面所は陶器のシンクでおしゃれ。おトイレなどは我が家のトイレよりもよっぽど性能の良さそうなもの。お風呂に向かうことにしました。
館の玄関となっておりまして、はい、明治の頃電気が少なかったものですから上から明かりを取る窓が、はい、ついております。そうなんだ。はい、北の方ではこういった伝統的な作りとなっております。最近はね、なんか吹き抜けとかっていう、こういうね、建築流行ってますけど、ちゃんとそういう意味というか、そうなんですよね。実利があっての特に古川は、間口が狭くて奥に長い家が多いんですよ。なかなか隣からこう光を取ることができないので、入り口にこういうのがあって奥行きますね。また中庭みたいなのが中にあるんです。そしてそこからこう明かりを取るような、そういう形ですね。勉強になりました。こちらが大浴場ですね。イベント風呂は温州みかんが深く入っています。ここは地下水を汲み上げて沸かしています。こちらは温泉で流れ場温泉から運び湯をしているそうです。アルカリ性単純泉。流れ場温泉は多分車でここから20分ぐらい山に向かったところですね。ホームページを見ると天然温泉と謳っているので、加水はなしと思われますが、循環と加温はしていると思われます。釜風呂、こちらも沸かし湯。ちょっと色が白くなっているのは多分酒粕ですね。造り酒屋のある町らしく、お風呂には日中振る舞い酒といって地酒をちょっと飲ませてもらえるサービスがあるのですが、コロナ禍のため中止になっていました。バスタオルとフェイスタオルは脱衣所に用意されているので、部屋から持っていく必要がなく楽ちんです。もう一箇所のお風呂場、こちらは現在女性の時間帯、特別に撮影させていただいています。イベント風呂、こちらは温泉。
釜風呂は19時までバラ風呂となっていて、女性専用のサービスです。こちらの露天風呂は内湯と続いているので源泉の温泉ですね。風呂上がりにリラクゼーションルームを覗いてみました。マッサージチェアが無料で使えます。一っ風呂浴びた後、連れは広縁の小上がりのところに寝そべり静かになった。この古い建物の方は道路が近く、車の音も少しする。それがどこかしら街の一員の気分にさせる。折々は個室の食事処でいただきます。案内されると何とも素敵な雰囲気、和ろうそくが迎えてくれるんですね。食前酒からしていきなり美しいです。桃の風味の甘酒のようです。先付け、これは吹きのゼリー寄せになっていて、その上に塩漬けになった桜の花びらが乗ります。とても上品な味ですね。白エビと白魚のウニ酢かけ、ホタルイカ、春の味ですね。山菜のお吸い物、体に染み入るようです。お作りはですね、春ガツオ、サクラマス、バイ貝、これがどれもめちゃめちゃうまいんです。タイの若草焼き、しのぎは穴子の押し寿司、そして飛騨牛のミニステーキです。以前の宿泊レポで自分たちで網焼きするお宿のことはいくつかアップしてますけども、これは料理人が完璧な焼き加減にしてくれて、さらにジュレがけで八つ三貫の味にして食べさせてくれる。超絶うまかったです。山菜プラン的なものを予約していました。通常プランでも山菜の天ぷらはあったのですが、種類が倍ぐらいになっているようです。天ぷらのおつゆうまい。うまいよね。これうまい。ネギみたい。味噌汁を飲んだ時のその出汁の優しさとやら、なんでこんな味になるんだ。
違うよね、全然格が違う。ご飯もうまい。いい味付けなんいいだ。味付けや。ちょいと夜の散歩へ。細かい新緑の葉っぱと木造建築の見事なコラボレーション。おやすみなさい。朝風呂です。昨晩とお風呂が男女入れ替わってます。夕食の時と同じ個室で朝食です。木漏れ日がなんとも心地いい。飛騨の朝食といえば朴葉味噌。朝食はお釜で炊いた飛騨のコシヒカリ。めちゃめちゃご飯が進みます。ニジマスの一夜干し。大きさから言ってイワナかなと思ったんですけども、ニジマスのようですね。若い鮎なんでしょう。若いニジマスなんでしょう。これがなんとも新鮮で愛しい味でした。温野菜。デザートは杏仁豆腐。チェックアウトの時間になりました。その昔、険しい野麦峠を足で越えて岡山で出稼ぎに行ってた女工さんたち。遠くからそのふるさとを思う気持ちはどんなだっただろうか。正月にふるさとに帰り着いた女工さんたちは
この宿で家族に温かく迎えられたそうです。というのも製紙工場はこの宿を鍵盤宿として使い、給料の受け渡しなどもここで行われたそうです。その様子は映画「ああ野麦峠」にも描かれています。チェックアウトを済ませ街に出ると、物語の余韻のような古い街が息をしていました。